テーマは2026年の採用枠ハブスポットコンサル編、社会的な、この社会人のマーケットとしては十分なんか希少価値高くなるのかな。アカウントエンゲージメントをがっつりやってる人ほど興味持ってほしいなってハブスポットの導入件数を KPI に置きたくなくて、ちゃんと寄り添える人っていう観点の方が強いので、皆さんこんにちは。この時間がやってきました。ながらクライク on YouTube。 料理をしながら、スポーツをしながら、出勤しながら、何でもいいのでフライクに興味を持っている人たちにお届けするながらフライク on YouTube。 いつもながらフライクのなんかおやつとか食べながらとか、お酒飲みながらとかだったんですけど、まだね2時なんでね。まあ飲みながらだったらいいですか。じゃあこれを横に置いてで今日は、テーマは2026年の採用枠ハブスポットコンサル編。興味あります。フライク社がハブスポットのパートナーに参画をするっていうことを決めたんで、なので2026年の8月からかな、ハブスポットのコンサルタントを1人採用しようっていうふうに思ってて、ワイワイガヤガヤお話をしていこうと思ってます。で僕思ったんですけど、多分僕しか自己紹介もしてないし喋ってないんですけど、ながらの人って今のところミスミスは存在感ゼロっすよね。声上げてないなと思って。確かに。じゃあちょっとミスミさんのこと少し知りたいなと思いますが。生まれは生まれですか？生まれ長崎です。で福岡は移り住んできてってことですか？そうですね。はい。その話します。いや、いらない。びっくりするぐらい興味なかったんですけど。ですよね。じゃあフライクで何してるんですか？フライクでは業務設計というのを主に担当してるんですけども、今回ハブスポットの販売パートナーになるというところで、そこも担当させていただくと。いや、これフライクの新しい挑戦チャレンジだと思うんですけど、なんでこのハブスポットビジネスに挑戦していくのかっていうのはちょっと別の動画で見てほしいんですけど、端的に言うと多分その意思決定された大滝さん、なんかどんな背景があっての、ハブスポットに移行しようと思った、パートナーに連絡した、騙された、ショックを受けた、世の中こんなんだ、悲願だ、パートナーになろう。ギュッとするとハブスポットに失敗したから自分たちが成功させてやるんだっていう強い意気込みってことでいいですかね。ギュッとしましたね。ギュッとするとね、その担当をするのが三角さんと。そうですね。もちろんね、いろんな人が関わると思うんで全部三角さんがやるわけじゃないんですけれども、でもうちの中のアドミンというか上質的なのはもうほぼ三角さんにやってもらっているので、今研究開発の中でもハブスポットねやってもらって、1人当たり15時間ぐらいですかね、月に。もっとやってるか。いや、20時間以上やってますね。じゃあそれだけもうハブスポットにどんどんどっぷりと使っていくということで、特に今回のこのメインテーマは新しくそのハブスポットコンサルタントをフライクとして採用したいってことですよね。そうです。いや、これ多分興味ある方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、三角さんがむしろ普段何してるかとかをちょっと聞いた方がイメージ持たれやすいかな。そのハブスポットのパートナーっていうのはこれからなろうとしているような段階なんですね。なので今現状は業務の傍らハブスポットの研究開発をして、これをサービスとして提供するための準備をしているっていう段階になります。ハブスポットのパートナー、なんかハードル高そうなイメージもあるんですけど、もともとやられてたんですか？全くやってこなかったですね。それこそ前職の時もセールスだったんですが、マーケの人がいなくなったから、お前やっとけみたいな感じで担当してたみたいな。その時はハブスポット使ってた？アカウントエンゲージメントでしたね。三角さんは別に前からハブスポットのパートナーだったとか、自分でゴリゴリ使ってたとかではなくて、本当フライクに来てからある意味任せられたというか、やってみてっていうところで今20時間ぐらいやってる。任せる勇気いりませんでしたか？副業自体もハブスポットちょいと扱ってましたみたいな。そうですね。それで言うとハブスポットには興味があったんです。なので前職の時に副業でハブスポットの構築みたいなところはちょっとやったことがあったっていうのは少しありましたね。なるほど。多分これ皆さんも見れると思うんですけど、ハブスポットの e ラーニングのところ結構コンテンツ充実してるし、なんか見るだけでも十分なんか勉強になって、いわゆるハブスポットそのものっていうよりかはなんか CRM 全体の概念的なところは勉強できるからめちゃくちゃいいなって思うんですけど、そういうのも結構勉強されたってことですよ。そうですね。じゃあそういった三角さんと一緒に
働いてくれる方を今募集してるってことだと思うんですけど、どんな人いいですかね。いや、どんな人なんだろう。まず、ハブスポットを扱ったことあるなっていう人は、まあ、マスト要件、まあ、ナイストゥハブみたいな要件ですけど、てかハブスポット扱ってみたいな、扱ったことあるよみたいな人は必須条件だと思います。ちょっと踏み込んだ話をすると、自社だけだったら飽きたなみたいな人って多分たくさんいるかなと思ってて、僕自身もセールスフォースに転職、まあ、できなかった人なんですけど、セールスフォースオンリーってあんま思んないなって思いません？全くその通りですね。一つのツールってどっかのタイミングで売れるようにはなるんですけど、これ以上やってもなんか繰り返しコピーしてるだけな感じがするので、思んないなって思う人たくさんいると思うんですけど、ハブスポットを自社で導入してめっちゃ楽しいなとか、もっとお客さんに提案したいなとか、まあ、あとは今マーケの提案をしているとかの人たちで、そのより具体をやりたいとか伴走までしたいみたいな人って一社にどっぷり使いたいみたいな人もいると思うんで、ただアドミンだったらそこがアッパーになっちゃうので、だったらいろんな企業さん見たいなみたいな人っていうのは向いてるんじゃなかろうかとは思いますね。多分一つの会社で一つの業務でさらに一つのツールでとか、それを売るという役割でとかだとどうしてもなんか飽きちゃったりとか、なんかこのままでいいんだっけとか、もっといい方法あるんだっけとかっていうのを多分感じると思うんですけど、そういうのをある意味フライクはより幅広にさらに深みも出せてっていうところで楽しさがあるのかなと思うんですけど、実際楽しいですか？楽しいです言わせた感がありますけどでも僕三角さんに聞いた時にびっくりしたのが、一番何楽しいって聞いたんですけど、いや全然今日のお題に合わないんですけど、何楽しいですかって言ったら何が楽しいって言ってました。業務設計。僕てっきりハブスポットの設定してる時のが楽しいのかなと思って聞いたら、まさかの業務設計答えって返ってきたんで、いろんな業務がある中でちゃんとそれがハブスポットがシステム的に要件を満たしていて自社活用まで見えているとかっていうのが多分楽しさのポイント一つだと思うし、それがさらにもうお客様への提供もできるようになってくるぞって思ったら多分そこの楽しさもありますよね。現状だとそのアカウントエンゲージメントだと、やっぱり実現するまでの間に絶対プログラミングが間に入っちゃうんですね。それがハブスポットだとそこまですぐにたどり着けるので、PDCA もすごく早く回せるし、改善ができるっていうのが楽しいですね。しかも今チームを作ってて研究開発って、三角さんがそのフロントというかそのツールのいろいろ調べるのと一緒にエンジニアも一緒に動いてくれてて、青森出身のエンジニアが東京にいたんですけど、パートナーと結婚するっていうので、青森に行ったメンバーがいて、もともと愛媛県出身って言ってましたよね。言ってましたね。すごい大移動してますねそのメンバーが行って、そのメンバーがエンジニアなのでめっちゃコーディングできるんですけど、そのメンバーが調べてくれてるので、ね、この前ハブスポットの担当の人とテクニカルサポートの人の話を聞いたら、テンション上がりすぎちゃって何言ってるか分かんなかったんですけど、その青森に行ったメンバーに翻訳してもらいます。大体分かったっす。画面の中でトラッキングするのが JavaScript で用意されてて、ハブスポット側に持っていく技術っていうのはコーディングしなくちゃいけないので、それはやっぱハブスポットでも避けては通れなかったので、そこの部分のコーディングは新しいメンバーにやってもらおうっていうので、一緒に三角さんと一緒に今業務委託で働いてもらってるんです。だからその時の動画を見てもらって、これできるみたいな形で聞いたら、全然できそうですみたいな。逆に言うと新しく来る人というか、今後また採用して一緒に働けるぞってなった人もしっかりチームを組んで分かんないことは分かんないで聞けるし、やりたいこととかじゃあ一緒に研究開発していきましょうとかっていう風になんかより一体感のある進め方ができるってことなんですかね。そうですね、もうチーム制になっているので、その研究開発からの延長線上でチームになっているので、三角さんとあと奥島さんともう1名のメンバーで3人で今やってて、じゃあ僕みたいな寂しがり屋とか一人じゃ何もできないような人にはそんなキャラっすかちょっとゴリゴリ言っちゃったんですけどでもこれ本当に新しくなんか仕事を変えるとかって人不安じゃないですかね。もちろんそのハブスポットの経験あるないしとかでいろいろまたなんか自信とかもやる気とかも違うと思いますけど、いざなんか新しい職場で新しい仕事でプロジェクト立ち上げてとかだとちょっと不安だと思うんですけど、その辺は安心ってことですか？そうですね、何もそんなこと全く思ってなかったですけど、確かに不安っちゃ不安っすよね、新しいそうですよね。ただハブスポットに関しては
本当に触ったことないでも大丈夫かなと思ってます。ただマーケティングには何かしらこう興味がある、もしくは業務の傍らで携わっていたっていう方の方が合ってるのかなっていう気はしますね。そうです。多分ここって業務理解のところですよね。多分業務がどう流れていくとか、あとなんかデータがどういうデータがそこに介在しているのかっていうのを概念的に理解しておいて、それがなんかたまたまハブスポットだったらどうなるのかっていうところのなんかインプットが最後できれば、比較的簡単なツールと言ってしまえば、もしかしたらプロの方にはごめんなさいかもしれませんけれども、それがなんかライトなものなのかなとは思いますよね。誤解なきようにお伝えしたいのが、別にハブスポットのパートナーになるからといって、なんかハブスポットの導入件数を KPI に置きたくなくて、プラチナパートナーみたいなとこあるんですけど、なんかそこになりたいなみたいな願望は実はあんまなくて、薄利多売じゃないですけど、いろんなところにハブスポットバーって営業してこいっていうスタイルは取りたくなくて、なんかお客さんから自分たちめっちゃ困ってて、こういうふうなことやりたいけどできたっけとか、セールスソース使ってるけどこういうふうにしたいんだけどできたっけみたいなところをちゃんと寄り添える人っていう観点の方が強いので、営業してないですよね。あとマーケコンテンツを作っていかないとやっぱ認知も取れないと思うので、一緒にマーケコンテンツを作っていったりとか、役割分担的に三角さんと奥島さんともう1名のメンバーから機能を調べてもらってるんですけど、そのハブスポットので、それを僕がコンテンツ書きますって言ってるんですよ。作ったものを僕がコンテンツ作って世にローンチしていくときにみんなでディスカッションできればいいなみたいなところを持ってるんで、コンテンツを作るとか新しいツール扱うのが好きみたいな人っていうのは合ってるかもしれないですね。あとシンプルにハブスポットのツールそのものに対する魅力って僕正直あると思ってるんですよ。いわゆるこう外資系の SaaS でとかっていうくくりではあるものの、マーケット的にもやっぱりセールスフォースからどんどんハブスポットに移行している人が多かったり、 AI っていう時代にかなり先進的にかつハードル低く使ってっていうなんかスタンスじゃないですか。あれがね大好きですよね。いやだからこそそこをインプットしてみるとか、そこのプロフェッショナルになるとか、ユースケースに対してしっかりソリューション提供できる、提案できるっていう立ち位置自体は割とこのなんかこの社会人のマーケットとしては十分なんか希少価値高くなるのかなっていう思いはありますね。ツールを売れって言われて売れるような人たちもたくさん世の中にはいると思うんですけど、ちゃんと寄り添って自分のいいもの、ハブスポットでもいいしアカウントエンゲージメントでもいいしみたいな選択肢のある中で、しかも初めにねハブスポットを契約するんじゃなくて、業務設計とシステム設計していいよっていう、ちゃんとお客さんのことを知った上で、お客さんが成功できるって分かった段階でツールを入れましょうっていう提案はなかなかね、自分たちのプロダクトを持っていないところからすると、早く売りたい、売って利益チャリンチャリンってなりたいようなとは思うんですけどね。じゃあいわゆるこう SaaS とか、ある意味売ってみたいとかチャレンジしてみたいとかっていう要望とか願望もちょっとはもちろんあってもいいと思いますし、それ以上に多分自分たちのいわゆるこうソリューション提供していくとか、お客さんのお困りごとに対してちゃんとこう本質的な部分からアプローチしていくみたいなところがちゃんとできるようになってくるんで、結果的になんかすごくビジネススキルというか、戦闘力も上がりそうな感じはしますよね。それはすごい思いますね。アカウントエンゲージメントをがっつりやってる人ほど興味持ってほしいなってめっちゃ思いますね。戦闘力が上がるっていう観点で言うと、三角さんも入社する前までは会計の知識ってほぼゼロだったんじゃないですか。そうですね、もうゼロって言っていいですね。でそれを今シンボリと一緒にフリー会計のところとかね、マネーフォワードとかも話をしたりとか、販売管理とかはもう何言ってるか最初全然分かんなかったですね。難しいですよね。在庫とかその引き当てとか、ファーストインファーストアウトみたいな、最初に在庫に入れたものを最初に吐き出したりとかみたいな、あとは価格変動をどうするかみたいなところとかもヒアリングとしてはあるものの、じゃあそれがハブスポットの領域でも僕同じことが発生すると思ってて、前後って何があるかっていうと、まずブランディングがあるんですよね。ブランディングがあってマーケがあって次セールスなんで、その3つの領域のことを知らないと多分ハブスポットって売れないというか、お客さんに価値訴求できないと思うので、何の機能を使いますかとか、どういうふうなマーケ施策しているんですかっていうよりも、どういうふうな価値訴求したいんですかみたいなブランドの要素から聞いていかないと多分売れないし、お客さんを見向きもしてくれないと思うので、そういったブランドの要素からマーケの要素で、マーケのところでいうとハブスポットの設定からちゃんと PDCA 回していって、セールスのところでいい商談、いいリードをバトンタッチして、セールスって結果1商談来て1商談クローズするのが絶対楽じゃないですか。それが一番いい
ですよね。そうですね、はいとなるとマーケの方でもちゃんとファン化しとかないといけないし、簡単に「はい SQL です営業連絡してね」ってなっちゃうとクレームじゃないですか、社内クレームというか、いやマーケもうちょっと仕事しろよみたいにいなっちゃうので、や本当そうですね。そうするとちゃんとマーケとセールスが合致していくっていう観点でいうと、ブランドからねできるっていう観点でいうと戦闘力めっちゃ上がるだろうなとそう思います。ですね。やっぱこのファネルの入り口をちゃんとある意味理解できる、解像度高く、お客さんのバイヤージャーニーとかカスタマージャーニーと照らし合わせて考えられるっていうのはやっぱその業務やんなきゃ絶対できないことだと思うんですよ。じゃあその業務が絶対にみんなチャンスとしてできるかっていうとなかなかできない場合もあると思うんです。配属とかいろんな理由があってできないと思うんですけど、そういったところツールを同時に学びながらとかだとなんかより本当に勉強になる部分あるかなと思いますね。いやなんか意外とハブスポットコンサルタント奥深いですね。人いないっすよハブスポットコンサルタント、確かに確かに。なんか前福岡で派遣かなんか一番最初のハブスポットを導入した時に設定する人いなくて、で福岡でハブスポットコンサルタントができる人をめっちゃ探して、派遣の企業さんとかに3社4社聞いた時に、全然いませんなんで、45年前なんで変わってるかもしれないんですけど、ってことは逆に言うとじゃあどういう人が欲しいかというかどういう人と大竹さん話したいかっていうと、多分今言った通りそのビジネス戦闘力上げたいとか、マーケとかセールスとかちゃんとこう全体最適で見たいとか、まずお話ししてもらって、多分フライクのやりたいこととかその人のやりたいこととかがちゃんとこうフィットしていくかどうかがすごく重要なのかなとも思いますよね。僕とかはそれこそずっと一つのプロダクトを販売するみたいなところをずっと前職ではやってて、もうそれが嫌になっちゃって、お客さんにもっと幅広く提案したいけどここに絞ってしか提案できないのがすごい飽きてしまって、もっと新しいことに挑戦したいっていうことで今フライクで働けてるので、すごく広がってる感じがします。自分がタッチできる領域もそうですし、勉強できている部分っていうのはやっぱり現状に満足ができてない方はぜひ問い合わせをしてほしいですね。いやでもそういう人多分いっぱいいると思いますし、この動画見てるあなたも多分気になってると思うんですけど、実際どうやって大竹さんと話せばいいんですか？今ですね、結構ポイントあって、採用の方のブログの人の方にカレンダー作ってるんですよ。30分のカジュアル面談なので DM しなくても全然そこからでも大丈夫ですし、そこにも大竹さんの空きスケジュール見えるから、そう勝手に入れていいよっつって、ポンポンって。そのカレンダーツールあれですよね、もしかしてハブスポット。ハブスポットなるほど、ぜひそれもじゃあやってほしいですね。なので見た時に「いや全然うちのホームページ見てないやん」ってめっちゃバレるんですけどあとは X の DM とかでもいいですし、三角さんもね X の DM からスタートなんで、多分僕のなんかツイートにいいねがもらったのか、多分そうだと思いますね。なんかきっかけは全然お互いに覚えてないんですけど、反応してくれた人に送って、で全然仕事探してなくて、業務委託やるかなどうかのところで、最初は副業もやる気がなかったので、お断りをして、でそこから数ヶ月後ぐらいに、いやちゃんとね三角さんが年内は副業する気ないですって言ったんですよ。てか年明けたらするってことでしょミスターポジティブだから覚えてますね。そうです。なのでちゃんと僕12月31日とかのカレンダーに年明け三角さんに連絡みたいなのをちゃんと作っといて、年明けで「明けましておめでとうございます」みたいな「でするんすよね」みたいなこっちはする前提で、それこそ断った理由が、私ハブスポットの副業やってたんですよ、その期間。だからもう副業を抱えきれなくて、そうっすよね。で「します?」って言ったら「考えます」みたいな感じでいつの間にかカジュアル面談を2回ぐらいやって、ご縁ですね。で1月末ぐらいにはもう内定出して、で4月入社でしちゃうんですよね。そうですね。4月会いましたもんね、3月か4月。懐かしい。いやでも本当一通の DM から始まる物語ありますから、全然転職する気なかったですもんね。なかったです、当時は全く。でもなんか多分フライクのいいところって自分の好きなツールに対してパートナーっぽくやったりとか導入支援とか構築支援もできるし、今回のハブスポットに限らずなんかいろんなこう可能性を感じながら一旦大竹さんと話してほしいなと思いますね。僕じゃなくてもいいんじゃないですか、三角さんとかでもね、カジュアルなね。ぜひぜひ、はい。確かに。じゃあハブスポット系のことでもしお仕事なんかつながりたいなっていう方は一旦三角さんにつながるように、三角のカレンダーはこちらにします、大竹のカレンダーこちら、三角のカレンダーこちらみたいな、出せますよね。出せます。じゃあ概要欄に貼っときましょう。どうしよう、そこのリンクめっちゃ多くて、これまでのボトルネックは大竹のカレンダーでした。すごい嫌なんだけど。確かに。ぜひじゃあそれやりましょう。はい。
で気になる方はね、はいぜひ DM してほしいなと思いますね。では今日の動画はここまでです。ここまで聞いていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。何でしたっけ？次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。